は5時半に起きました。昨晩は個室が取れなかったのでアイデアでした。夜中に爆笑トークでもしたかったけど、会話のチャンスがなくてちょっと寂しかったかな。さて今日の予報はズバリ雨。帯広の南中札内村に宿を予約してるけど、道のりはノープラン。雨雲レーダーとにらめっこしつつ雨をかわして行ける道をランダムに選ぶという無計画の極みツーリングで行きます。その結果、今日の走行実績です。屈斜路のユースホステルを出てすぐ近くの屈斜路湖に向かいます。その後ダメ元で美幌峠の見晴らしをチェック。そして屈斜路湿原でまだ行ったことのない堀田路湿原展望台に立ち寄りたいと思います。そこから大雨の中屈斜路を経由して太平洋側へ、白糠本別を経由して太平洋沿いを裏幌へ。ここで天気が好転してきたので寄り道決定。本別を通って上士幌の内帯高原牧場に向かいます。そこからもう一度南下して中札内の宿へ。後から見るとかなりの大回りをしてしまいましたが、大雨の時間は極力短くできたと思い込むことにしますね。6時19分に元気よく出発。まずは屈斜路湖へ。屈斜路湖に突き出た和琴半島に行ってみます。わー、曇り空だけど朝の静けさが透き通ってて、向こうには日が差してますね。妙に清らかとか言いながら、実はこの後天気持つかなーって心の中は心配でいっぱいです。半島のつけでの露天風呂にも寄り道。入る時間はなかったので手だけつけてみました。ちょっとぬるいかな。少しお湯の温度を見ているとハイエースが2台乗り付けました。温泉タイムなのでしょうか。次美幌峠って思ったら早速雨のポツポツ攻撃が。まだカッパいらないよねと強がるも、登るにつれて霧が濃くなって、10メートル先も見えない。これぞ北海道のホワイトアウト体験ツアー。屈斜路湖はもちろん何も見えません。峠では絶景どこよと我叫ぶダミン心の俳句。そそくさと元来た道を戻ります。次は釧路湿原に行ってみましょう。その前にふらりと寄った手鹿が900草原展望台。広い町営牧場です。だけど人っ子一人いないし、牛の姿もこの子だけ。ただ草原が広がる中を風がゴーゴーと吹き抜けていきます。まるで自然が何かを語りかけてくるよう。少しだけ自分が小さく感じる瞬間でした。さて堀田路湿原展望台への道を再開します。もうこの頃には雨も強くなって全身雨仕様のフル装備です。心を無にしてバイクを運転します。なんとか展望台駐車場に到着しました。パラパラ小雨が続いています。展望台までは少し散策路を歩きます。単調もいなくてちょっと期待外れ。駐車場に降りてきた頃、ガシャーンという音がしました。これはすぐにバイクが倒れた音だと分かったので駆けつけると、オフ車が倒れていました。即バイク救出作戦スタート。一緒にバイクを起こして安定させると、助かりました、ありがとうございますと感謝されて、こちらもほっと一安心。かなり気落ちされていましたが、気をつけて良い旅をとお互いに挨拶を交わし、それぞれの旅路へ戻りました。さて雨がとても激しくなりました。カメラを回す暇もなく雨に打たれながら道道243号、道道53号を通って釧路市内を経由して国道38号に乗りました。ようやく雨がポツポツくらいに小康状態となりました。さすがに疲れたので道の駅白糠小糸井に立ち寄りました。海は荒れてるけど、そんな灰色の海も北海道の表情の一つって感じで、なんとも味があります。移動を再開します。本別の北連でガソリンを入れてふと見たら、まだライダーズフラッグが売ってた。今は300円で有料なんですね。とはいえこのご時世、無料は難しいか。とりあえず入手できるうちにゲットです。さて裏幌までやってきたところで雨は止んで曇りになりました。よし、上士幌の内帯高原牧場まで100キロ寄り道しようと思います。途中みそのパーキングエリアでトイレ休憩。地元の方がきれいに保ってくださっていました。バイクがドロドロでちょっとかわいそうだから軽くお手入れ。駐車場でウェットティッシュで拭いたら、なんだかバイクからありがとうって言われた気がする。
気のせいに内体高原牧場までラストスパート。しかし思ったより遠かったです。なんとか内体高原牧場に到着。日本一広い公共牧場らしいけど、広すぎてこれどこまでが牧場っていう感じ。でも曇りでも好み晴らし。天気が良ければ十勝平野や阿寒の山々まで一望できるらしいから、次回は晴れた日にリベンジしたいな。たくさんお土産のジャムを買い込みました。私のお気に入りは新村牧場のミルクジャム。そして今日の宿、中札内のエゾリス君の宿カンタベリーへまた90キロの走行です。今日も素泊まりでお願いしていました。なので隣村の更別村の食堂我が家で豚丼サラダ定食をいただきましたよ。食事の後は温泉でもということで、近くの福祉の里温泉へ。今日は雨にも降られたし、移動距離も長かった。本当に疲れたよ。宿に戻ったら相部屋の皆さんとまた大盛り上がりトーク。いやー、ツーリングっていろんな出会いがあるからやめられないですね。それじゃあ明日の天気に期待しておやすみなさい。また次の素敵なツーリングでお会いしましょう。安全運転で。最後まで見ていただき本当にどうもありがとうございました。